回していきます。よし、届いた。おはこんばんは、オリーブです。はい、ということで今回はアンカーを手で持ち上げるのが大変だったので、手動電動どちらでも使えるアンカーウィンチとアンカーの自動回収機を作っていきます。で、切断機とか溶接機を使いはするんですが、なくても作れるように代わりの手段とか材料についても説明していきます。ただ、本当に一箇所だけ溶接以外の作り方を思いつかなかった箇所もあるんですが、溶接をしなくても手動のアンカーウィンチとして使えるようには作れます。で、このフレームにウィンチをつけてはいくんですが、ここまで作り込まなくても、ボートってここに出っ張りが作られてることが多いので、この出っ張りに板を乗せてベースを作れば同じようなものが作れると思います。それから電動で動かすのにインパクトドライバーを使っていくんですが、なくても最初は手動で使って予算ができたらインパクトドライバーを用意して使えるように拡張性のある作り方をしていますので、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。それから最後に突き放すような表現で好きじゃないんですが、参考にされる方は自己責任という形でお願いします。それでは始めていきます。それでは今回使うウィンチを見ていきます。はい、こちらのウィンチですね。エスコさんのハンドウィンチっていうものになりますね。中身の方見ていきます。はい、中に入っているものはウィンチの説明書とウィンチのギアとロープを巻くドラムが一体型になった本体、それから本体にロープを固定するためのボルト、あとはウィンチのハンドルの4点ですね。こちらのレバーが上になっている時はロック状態になっていて、ウィンチが逆転しないようになっています。レバーを下げるとフリーの状態になっていて、どちらにも回るようになります。このハンドルをこのボルトのところにはめて、ナットをこんな感じで締め込んでやれば、このハンドルが使えるようになりますね。はい、今回はハイブリッドウィンチということで、手動で使うときはウィンチのハンドルを、電動で使うときはインパクトドライバーでウィンチを回していきます。はい、それで今回ウィンチなんですが、ボートの後部座席のこの辺りに取り付ければ操作もしやすいし、いろいろな干渉の問題を防げるということで、ここに取り付けていきます。今回アンカーウィンチを2つ取り付けるので、アンカーも2つ使います。アンカーを2つ付ける理由ですが、1つだけだとそこを軸にボートが回転してしまうので、それを防ぐために両側にアンカーを設置して回転するのを防ぐためですね。そしたらアンカーの吊り下げる位置なんですが、1つ目はボートの右前の方に、もう一つは右後ろの方に吊り下げたいと思います。はい、そしたらこのウィンチを取り付けるためにフレームを加工してボートに取り付けていこうと思います。使う材料はこういう単管パイプでもいいんですが、このチャンネルだとよく使っているこういう G ファンっていうフレームのパイプを今回は使っていこうと思います。このフレームに穴を開けて、この辺りに設置して、その上からウィンチをボルトで固定して取り付けていきたいと思います。固定方法なんですが、こういうジョイントを使っていきます。このパーツの名前はパラレルホルダーっていうジョイントになりますね。これはどうやって使うかというと、 G ファンフレームはこういう風に溝が掘られていて、この溝に合わせてこのジョイントをこんな感じではめて、ここについている六角ボルトをこんな感じで締め込むと固定できるパーツになりますね。もう一箇所ここにフレームを差し込めるので、ここの六角ボルトを緩めて、完全に緩めると2つに分割できるので、分割した状態でこんな感じでボルトを締め込んであげればフレームを固定できますね。同じことを単管パイプでやりたい場合は、こんな感じで2本並べて固定できるクランプが売っているので、そちらを使って単管パイプを固定してもいいかもしれませんね。はい、とりあえず今つけたやつはボルトを緩めて端の方に付け直していきます。そしたらもう一つジョイントを取り付けていきます。
よし。はい、そしたら実際に一回ウィンチを取り付けたフレームに乗せてみます。はい、ウィンチのところ拡大して見てみます。2つのウィンチの設置間隔はこれぐらいでいいのかなと思います。ここにウィンチのロックを解除するレバーがあるので、指で操作しやすいぐらい間隔を空けています。はい、そしたら穴を開けるために目印をつけていきます。はい、そしたらフレームを取り外していきます。こんな感じで大体の穴の位置にちょんちょんと目印をつけました。あとはこのフレーム溝があるので、溝の中心に印をつけてポンチを打って穴を開けていこうと思います。幅が 13mm だから 6.5mm が真ん中か。はい、こんな感じで真ん中の方に印をつけましたね。そしたらポンチを打っていきます。今回はオートポンチを使っていきます。このオートポンチという道具は押し込むと先端のピンがこの素材を叩きつけてへこませて目印をつけるという道具になっていますね。何回か打ち込んだ方が目印が分かりやすくなります。使ってみます。実際に打ち込んでついた目印がこれですね。へこんでいるのが見えますかね。もう一箇所の方も目印をつけていきたいと思います。よし。そしたら今からこの目印をつけたフレームにここのボール板で穴を開けていくんですが、ボール板とかドリルとかインパクトドライバー持ってない人でも素材がアルミなので力が弱いドリルドライバーとかでも時間をかければ穴を開けることはできると思います。はい、まずは小さい穴を開けていきます。その後に大きいドリルを使って穴を拡張していきます。はい、今度は 8mm の太さのボルトを使うんですが、誤差も考えて 8.5mm の太さのドリルを使って穴を拡張していきます。よし。はい、ということでリコーダーが完成しました。バリの方を削っていきたいと思います。1つのウィンチにつきボルトを2つ取り付けないとウィンチをフレームに固定できないので、全部で穴は4つ必要なんですが、2つしか穴を開けていませんでした。残り2つ穴を開けるところはやることが同じなのでスキップします。ということでフレームに穴を開け終わったのでボートに取り付けていこうと思います。で、このフレーム横にスライドするので自分の好きな位置でちょうどいい感じのところに固定できますね。この辺りかな。よし。そしたら次はウィンチをつけていくんですが、取り付ける時に少し工夫が必要でした。フレームに穴を開ける時は強度が落ちすぎないように、基本的に 8.5mm の穴を開けて 8mm のボルトを使っているんですが、ウィンチの取り付け穴は 10mm なので、ボルトを通した時にこんな感じで少しガタつくんですよね。なので緩み止めのためのスプリングワッシャーと普通のワッシャーをこんな感じで取り付けたら、このウィンチにこんな感じで取り付ければ万全ではないですけど M8 のボルトで取り付けてもまあ大丈夫かなということで、今回は 8mm のボルトを使っていきます。そのままウィンチを置いていますが、本当は種類の違う金属同士を接触させて組み合わせる場合は、電飾反応の錆を防ぐために、間にゴムや塗装などの緩衝材を挟む形で取り付けた方がいいと思います。この先も一種金属同士の組み合わせでパーツを作りますが、考え方は同じですね。ということでウィンチはついたんですが、フレームがねじれてこんな感じでグラグラするので、この手前のラインにもう1本フレームを追加すればウィンチのこちら側を支えることができるので、フレームの方追加していきます。ジョイントは同じものを使っていきます。
はい、ということで固定できましたね。ちゃんとグラグラしないか確認してみます。大丈夫そうですね。そしたら次はこのウィンチにロープを巻きたいので、ロープの準備をしていきます。今回使うロープはポリエステルロープの 3mm を使っていきたいと思います。 50m の長さのものを買ったので、半分に切って 25m で2本ロープを作って使っていきたいと思います。ロープを半分に分けることができたので、この切ったところですね、ほつれてしまっているので、ここをライターで炙ってほつれないように処理していきたいと思います。ロープの端ですね、処理できたので、ロープを2つにまとめていきたいと思います。ロープを用意できたんで、ウィンチに巻きつけていきたいと思います。ドラムの内側から外側に最初通して、今度は外側から内側にこんな感じで通したら、このパーツをこんな感じで通しておきます。あとは反対側からここにナットを締め込んでいきます。使うソケットは 8mm ですね。よし、取り付けることができましたね。今度はロープを巻き取っていきたいと思います。ここのナットを回してロープを巻き取っていきます。 19mm のソケットをインパクトドライバーにつけて回していきます。2つのウィンチどちらにもロープを巻き取ることができましたね。そしたらボートの前と後ろの方からアンカーを垂らしたいので、ロープのガイドを作っていこうと思います。ロープガイドの材料にはホームセンターで買ってきたこちらのマルカンボルトというものを使っていきます。そしたらまずは真ん中あたりのここの単管パイプにマルカンボルトをつけていきます。ここでいっか。はい、そしたら単管パイプに穴を開けていきます。針を取っていきます。単管パイプの方をボートに戻していきます。14mm のソケットでこんな感じでマルカンボルトを取り付けることができましたね。そしたらロープのここの部分をなるべくウィンチの真ん中の方で巻き取れるようにしたいので、マルカンを使ってこの状態からこんな感じで誘導できるようにロープガイドを取り付けていきます。この時使うマルカンはさっきより小さいものを使いました。そしたらここにマルカンをつけるためのパーツを G ファンフレームで作るので切っていきます。切断機で切っていますが、 G ファンフレームはアルミでできているので、安い金切りのこでもこんな感じで切ることができます。そしたら切ったフレームにこのジョイントをこんな感じではめて、あとはこのジョイントの爪を G ファンフレームにかませて、ここのボルトを締めれば取り付けられます。ウィンチの前の方に取り付けていきます。そしたらこの辺りにマルカンをこんな感じで取り付けたいので、この取り付けたフレームに穴を開けていきます。高さがどれぐらいがいいかな。真ん中ぐらいか。0.15。マルカンにナットをつけて、こんな感じで差し込んだらフレームの中の方にもナットを取り付けていきます。はい、こんな感じで取り付けることができましたね。で、今回こっち側だけ穴を開けて、こっちの方は穴を開けないように作りましたね。その理由なんですが、こんな風にマルカンを動かせるようにしてロープを張った時にロープがウィンチの真ん中に来るように調整できる仕組みで作りたかったからですね。そしたらナットの方を締め込んでいきます。よし、前側と後ろ側にこんな感じでつけました。そしたら今度はボートの前の方のこの辺りにマルカンボルトを取り付けようと思います。ドリルがボートまで貫通して傷つける未来が見えるので、下に板を引きながら穴を開けていきます。下に届かんやん。そしたら穴を拡張していきます。
ボートの前の方にもこんな感じで丸カンボルトを取り付けることができました。なるべく突起物を作らないように偽装を作っているので、ボルトの少し飛び出た部分はナットの高さで切りたいと思います。はい、こんな感じで表面をきれいにすることができました。今回はすでに作っていた偽装にウィンチとガイドをつけていますが、無理に鉄で作らなくても、例えば木材やイレクターパイプとかでこんな感じにベースを作って、下にガイドを取り付け用のパーツを、上にウィンチを乗せる台をつけて作ってもいいのかなと思います。そしたら次は、これがもともとついてたウィンチのハンドルなんですが、これを実際に使ってみると、こんな感じで干渉してしまうので、新たにハンドルをコンパクトに作っていきます。自作ハンドルを作る理由はもう一つあります。もともとついてるハンドルだと、こんな感じで毎回ナットを取り付けて使わないといけないんですよね。じゃあハンドルをつけたまま使えばいいのではとなりそうですが、そうすると電動で回す時に大きい力が必要になることと、回せてもハンドルが回って危ないんですよね。それならナットを外したままハンドルを使えばいいのではとなりそうですが、今回作っているアンカーウィンチは、ここのナットを同じソケットで回せるようにすることで、電動と手動の両方で使えるように作っているので、たとえ干渉問題が発生していなくてもソケットで回せるハンドルが必要になるんですよね。そしたら作業を始めていきます。右が小型のハンドルを作るための材料ですね。一応分解図みたいな感じで並べています。そしたら作っていきます。で、この端に置いてあるやつはハンドルを作るときに使わないんですが、後でちょっとした説明のために使うソケットですね。そしたらまずはウィンチのこのハンドルの部分を作っていきます。で、今回こういう段のついた塩ビ管を買ってしまったんですが、段のついてないものも売っていたはずなので、そちらを買った方が作るのが楽ですね。サイズが TS-US13 というものを使っていますね。この段の部分はいらないので切っていきます。そしたらこの塩ビ管にこのボルトを差し込んでいきます。このボルトは先端だけネジが切られたものを使っていきます。だいたい長さが7センチのものですね。ネジの部分は約 1.4 センチ切られてますね。太さは8ミリです。このネジをはめる前にワッシャーを通しておきます。そしたら塩ビ管にはめて、そうするとネジが出てこないので、こんな感じで重ねてネジ山が出るぐらいまで塩ビ管の方を切っていきます。ワッシャーをつけたままここを合わせてネジ山のところに印をつけたら、印をつけたところに合わせて塩ビ管切っていきます。塩ビ管の方を研磨していきます。そしたらボルトを塩ビ管に通して、このボルトの先端に今度はこういうパーツをつけていきます。これは U プレートっていうパーツですね。ホームセンターなんかで売っています。そしたらワッシャーを間にかませて U プレートを取り付けたらナットを取り付けていきます。で、U プレートが自由に動くぐらいでここのナットは締め付けておきます。そしたらここにもう一つナットを取り付けていきます。締め込んでいきます。ナットのサイズが 13mm ですね。これでくるくる回るようになりましたね。取っ手の部分を作ることができたので、今度は純正のハンドルにはついていないですが、ウィンチのここのナットを回すためにこっちの方にソケットを取り付けていきたいと思います。使うソケットが 19mm のディープソケットを使っていきます。ディープソケットはここが長いソケットですね。なんでディープソケットを使うかは後ほど説明します。で、ボルトと U プレートの間にワッシャーをかませておきます。ボルト、ワッシャー、U プレートの順ですね。そしたら六角の形がある方にボルトを差し込んでいきます。で、ボルトを刺す時に間にワッシャーを挟んでおきます。入れて、ここでワッシャーをかませる理由はソケットの底に均等に力をかけるためですね。こんな感じですね。そしたらこの2つを取り付けていくんですが、間にワッシャーをもう一度かませていきます。そしたら2つをこんな感じで取り付けて、こっち側の方にもワッシャーを取り付けていきます。あとはナットで留めていきます。そしたらこのボルトを締め込んでいきます。ボルトがこの中にあるので、ソケットの中は指で押さえておきます。
はい。そしたらこんな感じで小型のハンドルができましたね。ソケットを回すだけなので、同じものを作らなくても使えそうな工具や手段があればそちらでいいのかなと思います。実際に使ってみます。こんな感じではまりますね。回してみると、ここに干渉していたのが干渉しなくなりましたね。塩ビ管をつけたことで回すとき手も痛くないです。それでなんで短い方のソケットを使わなかったかですが、ここの奥行きの問題なんですよね。どういうことかというと、ディープソケットだとこんな感じでスムーズに入ります。これを短いソケットでやってみると、これ分かりますかね。ここの部分なんですが、ソケットがナットに最後まで入っていってないんですよね。なんでこんなことが起きるかというと、ソケットの中にボルトを差し込んでいるので、ナットと中のボルトがぶつかってしまい奥まで入らないと。なのでディープソケットを使って中にボルトが入っても奥行きが確保できるように作っています。本当はナットとプレートのこの間にもワッシャーを挟みたかったんですが、隙間が狭すぎて入れられなかったので、この間にだけワッシャーが入っていません。そしたら塗装していきます。さて、塗装するか。よし、乾くのを待つか。はい、塗装できたので、この持ち手の部分に油をさして回しやすくしたいと思います。で、ちょっと高級なんですけど、ノックスドールの750っていう油を使って塗っていきます。高いんだよな、これ結構。この隙間に。で、余分な油を。OK かな。そしたら次はアンカーの自動回収機を作っていきます。ここからは溶接を使ってはいくんですが、なければこれも木材とか他の材料でいいのかなと思います。どっちみちアンカー回収機は車載時には外す予定なので、使っている時に壊れなければいいのかなっていう考え方ですね。なので材料よりもどんな仕組みで作るかがポイントだと思います。それではボートの前側から作業を始めます。まずはボートには穴を開けていい場所が決まっているみたいで、そこに穴を開けていきます。はい、穴を開け終わったので、これにしよう。そしたら今度はアンカーを乗せるベースの部分を作っていきます。こんな感じで置いて、反対から印をつける。はい、ということで穴を開けていきます。ボートに仮組みしていきます。次はこんな感じでパイプを斜めにつけたいので切っていくんですが、好きな角度で簡単に切れるようにブロックレイヤーという海外のサイトで型紙を作っていきます。簡単にではあるんですが、使い方を説明すると、英語が読めない場合はまず翻訳して、こちらの画面に寸法を入力していきます。どこの寸法か上から順に説明すると、こっち側のパイプの太さ、斜めにカットしたい方のパイプの太さ、パイプの厚み、パイプのつけたい角度になっています。入力が終わるとこんな感じで型紙ができるので、あとは PDF をダウンロードしてプリンターかコンビニで印刷します。ちなみに四角いもの同士の型紙とかも作れますね。補足ですが、このサイトで対応している最小のパイプの太さは 20mm までとなっているので、それより細いパイプでは使えないということですね。それと寸法の入力には、ここのバーを動かす方法と数字を直接入力する方法の2つのやり方があるんですが、数字を入れても図に反映されないことがあったんですよね。試しに印刷してみたんですが、やっぱり反映されてないということもあったので、修正されていなければバーをスライドして入力する方がいいかもしれませんね。そしたら実際に寸法を測っていきます。この寸法を使ってパイプの型紙を作ります。型紙を印刷してきました。こんな感じで貼れましたね。型紙に合わせて目印をつけて、目印をつけることができたのでグラインダーで切っていきます。そしたら針を取って刈り合わせをしてみます。合わせてみます。45度の角度でパイプを切ったら、まっすぐ前の方にパイプの角度を調整することができましたね。そしたら反対側もベースのパイプの傾きが同じなので、45度で切れば2本ここにパイプをまっすぐに取り付けることができますね。はい、ということでパイプ2本加工が終わりました。それじゃあ溶接していきます。
はい、溶接したパイプ仮組みしてみました。とりあえずこの辺りにパイプを溶接してみます。はい、ということで90度になるように型紙でパイプの片方を切りました。これを最初に溶接したパイプに合わせてみます。こちら側の方は90度で切ったので綺麗にパイプがはまってますね。このパイプに90度の型紙を取り付けて、はい、こんな感じで型紙の内側とパイプの内側が合う位置で目印をつけて切ってやれば、横の長さとここの形状の傾きの位置が合いますね。ただ実際は斜めになっているので、こんな感じで平行に乗せた時に合うか見ながら微調整した方がいいと思います。そしたら印をつけてパイプの方を切ってきます。はい、そしたら両端を90度で切ってきたので合わせてみます。はめ込むことができましたね。そしたら本溶接していきます。はい、ということで溶接が終わったので、こっち側のパイプこっちの長さに合わせて切っていきます。90度の型紙をつけたので切っていきます。こんな感じで加工できました。はい、そしたら今度はこんな感じでパイプを当てて溶接していきます。この辺りがアンカーの乗る部分になりますね。はい、こんな感じで溶接できました。アンカー回収機のベースとなる部分ができたので、ここのベースの部分に色々とつけていきます。そしたら次はこの2箇所にパイプを取り付けてアンカーのガイドをするスロープを作ります。こんな感じでパイプを取り付けました。ここの傾き加減は色々と試したんですが、60度から65度くらいが良かったですね。で、分度器って左右から角度を測れるんですが、今回は左の0度を基準として分度器をこんな感じで当ててパイプの角度を測りました。で、このままだと引っかかりますね。はい、なので内側に入んないように改良していきます。はい、そしたらこんな感じで真ん中にパイプ2本を溶接しました。今度は下の方にこんな感じでパイプを溶接しようと思います。ここ当たった時にアンカーが滑らかに上がっていくような感じにしようと思っています。それでここを溶接すると中の方もう塗装できなくなるので、最初にパイプの内側だけ塗装しておこうと思います。パイプの中を塗装する理由ですが、この部分まで海水が浸かる予定なので、溶接した隙間から海水が入っても錆びにくくするためですね。転がってるスプレーで塗装していきます。溶接するところにも塗料がついてしまったので削っていきます。はい、こんな感じで磨けたので、あとは90度の型紙で目印をつけて切ったらパイプの方溶接していきます。はい、こちらの方ですね。こんな感じで切れたので、この上に研磨した単管パイプを乗せて溶接していきます。はい、こんな感じで溶接ができました。そしたらボルト2本で台座を支えている状態なので、負担を分散させるためにここに支えを作っていきます。パイプをまず斜めにこんな感じで通して、ボート側にこんな感じでパイプを当てて、現物合わせしながらここは作っていきます。これぐらいの位置かな。そしたらはい、こんな感じでパイプとパイプの間に収まるサイズに切ることができたので溶接していきます。このパーツも後から中を塗装できないので最初に塗装だけしておきます。はい、ということでこんな感じで溶接できました。ここに重みがかかってもここで支えられますね。ここなんですけどボートとパイプがぶつかるので緩衝材を貼っていきます。スポンジなんですけど大きさは適当です。 300×300 のスポンジで厚みが 10mm です。こんな感じで切れましたね。そしたら貼っていきます。こんな感じで貼れましたね。そしたらロープを通すためのプーリーというパーツを使っていきます。ここが回るパーツですね。この辺りに設置したいので台座を作っていきます。台座の材料には余っていたのでこの鉄板を使っていきます。鉄板2枚を切って溶接して軽く留めました。余分なところを切っていきたいと思います。この辺りかな。切ってきます。あ、違った。
はい、ということで切れたのでボートに当ててみます。そしたらこっち側の方も少し切ります。この辺りでいいかな。はい、切ってきました。合わせてみます。これが台座になって、この上にこんな感じでプーリーを取り付けます。そしたらロープをプーリーに通してアンカーにロープを結んで、こんな感じでアンカーをつけてロープを張った状態でプーリーの位置を決めたいと思います。正面から見るとこんな感じですね。一番最後のここのロープガイドから斜めにロープが来ていますね。なのでプーリーを少しロープが自然に通るように斜めに設置します。そしたらこのプーリーはボルト止めで固定するので、鉄板に穴を開けていきます。はい、穴を開けました。溶接してきます。はい、溶接ができたのでプーリーを取り付けていきます。ボルトは 6mm の太さのものを使います。はい、ということでプーリーがつきましたね。ただまだここのパーツ完成じゃないんですよね。このままの状態でアンカーを上げていくと、アンカーのここの部分がこのパイプに引っかかるんですよね。ロープをこのパイプに沿わせるような形でアンカーを上げると引っかかってしまうので、前の方に当たらないように調整します。次にロープの上下の位置ですけど、この状態からこんな感じでアンカーをこの台に乗せたいので、ここにこんな感じでパイプを溶接して、その溶接したパイプにガイドレールをつけていきます。この字の部分のパイプは45度でパイプを切って溶接してつなげていきます。高さは上にプーリーがつくんだからだいたい30センチぐらいのとこでパイプ切るか。幅が26センチぐらいかな。はい、こんな感じでパイプを点付け溶接してつなげたので、これをボートに当てながら取り付け位置を考えていきたいと思います。こんな感じにしてプーリーを真ん中あたりにつけてブランコ方式でアンカーを吸っていきます。それでこのパイプの前後の傾きの位置ですが、どうしようかな。こんな感じで引っ張っていって当てるんだから少し前に倒した方がいいよな。この辺りかな。印をこうやってつけて、はい、そしたらこんな感じでパイプをつなげて溶接できたので、今度はこのパイプの後ろにこんな感じでパイプをつなげて、ここの部分にプーリーを取り付けていきます。はい、ということで上の方はこんな感じで溶接しました。ここにプーリーをつけていきます。下からですね、こんな感じで固定していきます。プーリーも取り付けましたね。取り付けることはできたんですが、これはプーリーとアンカーの高さだけを測って取り付けただけなんですよね。これだとアンカーを毎回ロープで結ぶことになるので、もしワンタッチでアンカーを取り付けたい方は、プーリーとアンカーの間にカラビナが入るスペースも確保して吊り下げるパーツを作る方がいいと思います。そうすればウィンチ側にロープの輪っかを結び、アンカー側にはカラビナをつけておくだけで、ロープにアンカーをワンタッチで取り付けられるようになります。ただ 3mm のロープだと分解する時にウィンチ側に作った輪っかの結び目をプーリーに通すことができないので、プーリーを大型のものに変更しないといけません。大型のプーリーを調べてみると価格が1つあたり1800円くらいしたので、ロープで結ぶ方式を選ぶことにしました。そしたら取り外して錆止め対策に塗装します。いいかな。はい。ということで、ボートの前の方に自動回収機を作れたので、今度は後ろの方に回収機を作りたいと思います。ボートの後ろの方なんですが、船外機がついていて、両脇にタイヤがついています。なので、船外機とタイヤを避けて、アンカーの回収機を作っていきます。どうやって作るかなんですが、船外機のあたりに穴が開いているので、この穴を使っていこうと思います。ここに基礎になる部分を作りたいので、パイプをこんな感じで通して、ボルト止めをして、アンカーの回収機を作っていこうと思います。
はい、そしたら穴を開けてきたので、ボートに取り付けていくんですが、ウィンチの時と同じで、ここもボルトに対して穴のサイズが大きいので、今回は大きくて分厚いワッシャーを使ってボルトを締め付けていきます。このワッシャーはホームセンターで買いました。ネットでも買えると思います。このワッシャーを最初にこんな感じでボートに乗せて、その上からボルトを通したパイプを乗せて、こんな感じで固定してあげればボルトのぐらつきは抑えられると思います。はい、あとは前とやることは大体同じなので、完成するところまでスキップします。そしたら今度はギアの噛む部分にグリスを塗っていこうと思います。使うグリスは何でもいいんですけど、車に使ってたモリブデングリスが余っているので、こちらを使っていきます。で、余分なグリスを隙間にも塗るか。グリス塗れないから適当に混ざっちゃうけど、風鈴にも油をさしてと、ここで作業は順調に進んでいたんですが、ウィンチを使えるかテストしている時に問題が起きました。今実験してたんですけど、ウィンチのここのところをインパクトで回していたら、わかりますかね？ここのナットが空回りしちゃいましたね。多分ネジ山が壊れてしまったみたいですね。なので何かしらの方法でここのナットを固定しようと思います。考えるオリーブ、強度を出すにはどうすればいい？そもそもインパクトの力を受け止めるためには根本的な要素を考えなくてはならない。わかんね。接着剤でやろうかなとも思ったんですけど、多分インパクトドライバーの力に耐えられないかなと思ったので、点付けの溶接で付けていこうかなと思います。はい、ここが冒頭で話していた溶接以外の作り方を思いつかなかったところです。何かいい方法や強力な接着剤などを知っている方がいましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、こんな感じで溶接することができたので、あとは溶接したナットが錆びないように浸透性の防水剤を塗っていきます。塗装だとネジ山の隙間の奥まで塗れないので、防水剤を塗ることにしましたね。この隙間の奥に。で、ナットの周りはソケットを挿した時に滑らないようにパーツクリーナーで掃除しておきます。こんなもんでいいかな。よーし、できた。いやー、ここまでが長かった。探しても誰も作ってる人がいなくて、試作機や他の方法も試しまくってなんとか作れました。なるべく誰でも作れて安くて簡単な方法を考え続けて、失敗も含めると数年かかりました。かかりすぎですかね。見てる人に大したことやってないって思ってもらえれば最高なんですけどね。それでは見てください。そしたら実際にアンカーウィンチの方動かしてみます。前側のアンカーウィンチと後ろ側のアンカーウィンチですね。ここが解除レバーになっていますね。そしたらここを解除してアンカーを落としてみます。ちゃんと自重で落下しましたね。ロックを上げてハンドルを差し込んで回していきます。そしたらロックを解除して少し下げてロックをかけると、これでアンカーの方固定できましたね。そしたら今度は後ろのアンカーを回収できるかやってみます。後ろもちゃんと自重で落下しますね。後ろのアンカーウィンチはインパクトドライバーで回していきます。ロックをかけてアンカーの方固定できましたね。はい、そしたら水を用意したので、この水にアンカーを沈めて持ち上げるときに水圧がかかった状態で持ち上げられるかやってみたいと思います。そしたらまずはハンドルで回していきます。何の問題もないですね。そしたら今度はインパクトで巻き上げてみます。
ちゃんと持ち上がりましたね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は手動と電動で動かせるアンカーウィンチを作りましたね。ものづくりって本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。次回からチャンネル名が週末ガレージになります。やることは特に変わりません。いつも通りやりたいことをやっていくだけです。